こんにちは。今回の解説では、台湾の化粧品 PIF、つまり製品情報ファイルの放棄に向けて、動物実験に頼らずにどうやって光毒性を評価するのか、ここを深掘りしていきます。台湾市場を目指すブランドにとって、この厳格なルールをクリアするのは絶対に避けて通れない道なんですよね。このちょっと複雑なトピックを一緒にわかりやすく紐解いていきましょう。さて、今回のアジェンダです。1番、台湾 PIF と動物実験禁止について。2番、そもそも高毒性とは。3番、OECD432 代替法試験。4番、PF 値の計算方法。そして最後に、最終的な安全性評価基準という流れで進めていきますね。サクッといきましょう。では早速、最初のセクション、台湾 PIF と動物実験禁止です。現在の台湾の規制状況、一体どうなっているんでしょうか。台湾の FDA、つまり食品薬物管理所ですが、ここで全ての化粧品に対して PIF の維持を義務付けています。この PIF の中には、製品が人間にとって本当に安全だぞということを証明する、ものすごく詳細で包括的な安全性評価の報告書をがっちり入れ込まないといけないんです。ここで台湾の規制の歴史を振り返ると、すごく重要なターニングポイントがあるんです。それは2019年に化粧品の動物実験が完全に禁止されたこと。つまり今のブランド側はウサギやマウスを使って安全性を確かめることは一切できません。過去のデータか国際的に認められた代替試験のデータだけに 100% 頼らなきゃいけないってことなんですよ。で、いろいろな毒性データを提出するわけですが、ここで絶対に忘れてはいけないのが光毒性です。もし皆さんの化粧品の処方に一つでも紫外線吸収剤が入っていたら、はい、その光毒性に関する明確なデータを提供するのは PIF における絶対条件になります。日焼け止めなんかを作っているなら、まさに必須のステップですね。続いて、セクション2、光毒性とはに入りましょう。そもそも光によって引き起こされる反応ってどういうことなんでしょうか。すごくシンプルに言うと、肌に塗った化学物質が太陽の光なんかに当たって初めてスイッチが入り、ネガティブな毒性反応を引き起こす現象のことです。想像してみてください。暗い部屋にいるときは全く無害な優しいクリームだったのに、一歩外に出て紫外線を浴びた途端、肌に炎症を起こす牙を剥くんです。これって結構怖いですよね。これが光毒性です。欧州の消費者安全科学委員会 SCCS のガイダンスノートを見てみても、光毒性の可能性をテストするためにその使用は必須であると念をされています。つまりこの光による毒性評価はできればやってねというオプションではなく、絶対にやらなきゃいけない安全評価プロセスなんです。安全な化粧品を作る上で抜け道はありません。じゃあどうやって調べるのってことで、セクション3、OECD432 代替法試験です。動物は使えない。でも人間の肌にいきなり紫外線を当てるわけにもいかない。さあどうしましょう。その悩みを解決してくれるのがこの公式資料 OECD テストガイドライン432です。ちょっと専門用語になりますが、3T3 ニュートラルレッド取り込み高毒性試験と呼ばれるもので、国際的にしっかり検証された画期的な試験管内表、つまりインビトロの代替メソッドなんです。このテストの何が賢いかって、培養した細胞を使ってすごくシンプルに比較するところなんです。化学物質にさらした細胞が暗闇のままでどれくらい生き残るか、それと細胞が死なない程度の光を当てた時にどれくらい生き残るか、この2つを比べるだけ。光を当てた時だけ細胞がバタバタと死んでしまえば、それは光毒性があるという決定的な証拠になるわけです。ということで、セクション4、PIF 値の計算に進みます。合格するには、ある数値を計算するんですが、この指標、偶然にも製品情報ファイルと同じ PIF っていう略称なんですよ。ちょっとややこしいですよね。まず、計算の第一歩として、科学者たちは IC50 という数値を割り出します。これは何かというと、テストの中で生きている細胞のちょうど半分、50% を死滅させてしまう化学物質の濃度のことです。つまり、この濃度が低れば低いほど、ほんの少しの量で細胞を殺しちゃう、ものすごく強力な毒性があるってことになります。で、ここからが本番。さっきの暗闇で出した IC50 の値を
光の下で出した IC50 の値で割り算します。これで出てくるのが光刺激係数、つまり PIF 値なんです。例えば、暗闇なら細胞を殺すのに100の濃度が必要だったのに、光を当てたらたった10の濃度で細胞が死んじゃったとするようなしますよね。100割る10で PIF 値は10。光のせいで毒性が跳ね上がったことが数字で見事に一目瞭然になります。さて、いよいよ最後のセクション5、最終的な安全性評価基準です。台湾 FDA は今計算したこの PIF 値をどうやって判定するんでしょうか。実は台湾 PIF の法規では、この計算で出た係数に対してすごく明確で厳格な3段階の評価システムを用意しています。申請の実務を進める上で、これが公式な絶対基準になるわけです。皆さん、つまり化粧品メーカーが目指すべきゴールはズバリ PIF 値2以下です。この数字が出れば公式にこの化学物質には光毒性はありませんと予測されて、無事に安全性が認められます。まずはここをクリアしたいですね。でも気をつけてください。スコアが5以上になっちゃうと、残念ながら高毒性ありと確定して、安全性テストは一発アウト、不合格です。そして一番厄介なのが、中間の2から5の間に落ちちゃった場合、これは潜在的な毒性があるかもねというフラグが立ってしまい、本当に安全かどうかを確認するための再試験が義務付けられてしまうんです。あ、そうそう。ここで、もし化学物質が暗闇の時点ですでに毒性が強すぎて IC50 の計算自体ができなかったらどうするのって思った方、鋭いですね。安心してください。そんなレアなケースでは有害な物質が網の目をすり抜けないように平均効果、通称 MPE と呼ばれる別の数式が用意されていて、どんな状況でもしっかり安全性が評価される仕組みになっています。さあ、いかがだったでしょうか。台湾市場に向けて製品情報ファイル PIF をまとめる際は、この OECD432 メソッドを使って白磁の下でもあなたの製品が確実に安全であることを科学的な根拠を持って堂々と証明してください。皆さんが丹精込めて開発しているその製品、真夏の強い日差しの中でも本当に安全だと言い切れますか？ぜひ今回の知識を今後の確実な安全性評価に役立ててくださいね。